皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。ワールドラバーマーケットのガレです。今回ですね、はい、ちょっと2人ともですね、前陣タイプの選手なわけでございますよ。はい、僕バック表、はい、でガネさんは左ブロック型、はい、ペン、左ペン、でお互い前陣タイプなので、我々の考える前陣タイプはこれを練習した方がええんちゃうかっていうところで、なるほど。最近の選手ってぶっちゃけ前陣タイプの選手ばっかりなんですよ。みんな両ハンド振るので、やっぱ前からスタートするので、自分たちと同じように前陣からスタート、最初から後ろ下がるよっていう選手非常に少なくなってますので、めちゃくちゃ多くの方に参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で今回の練習なんですけど、いくつか2人で議論をして、はい、熱い議論を繰り広げてですね、いやそれは違うんじゃないとかいやこれ大事でしょみたいな、結構もうね、結構ガーって言い合った結果、話すだけで20分ぐらいかかそう結構やったね。でその結果、これはでもこういうふうにまとまるね、大事だねっていうところ、やっぱ落としどころが見つかったので、ぜひそれを皆さんにシェアしていきたいなと思います。はい、私たちが今からこれは前陣の人マジ集中してやってくださいっていう練習の1個が、1つ目、守備をしてから攻撃に転じる練習で、もう1個が攻撃をしてから守備に転じる練習。この2つはマジで徹底的にやってください。やっぱ前陣って相手との距離が近いのであんま時間がないですよ。連続で、ね、攻撃し続けるの難しかったです、ね、そう、お互いが両ハンドタイプで前にいようものならマジで攻撃と守備っていうのは常に入れ替わる、もう目まぐるしい。攻撃してたのに守備しなきゃいけない、守備してたのに急にチャンスが来る、チャンス来て攻撃できる。そう、お互い時間が少ない世界で卓球をするのでめちゃくちゃ目まぐるしく変わるので、この攻守の転換っていうのはこの2種類必ずやってください。でじゃあ攻撃から攻撃はっていうところなんですよ。はい、でこれってみんな多分やってるんですよね。知らんうちにやってると。知らんうちにやってる、なんかドライブしてからフットワーク練習ガンガン打ちまくるとか、下回転打って3球目攻撃みたいなね。3球目攻撃して結局5球目以降打ってんじゃんとか、めちゃくちゃやってると思うので、ここは割愛させてもらいます。意識してやらなくても多分皆さんある程度卓球やってる方だったらできるでしょうと、できるでしょうと、やってるので、それはもう継続してやってくださいというところで、前陣の選手はね、攻撃から攻撃だけの練習だと、結構問題があるんですよ。相手にもガンガン攻撃されるし、もうただ止めただけのブロックがいいコースだともうカウンターみたいに なってくるんです、前陣対前陣って、なので守備にいつでも移れたり守備から攻撃に移れるように意識してやらないと、もうちょっとレベル上がったらもはや勝てないと思った方がいいので、そこをね2つずつちょっと練習を紹介していきたいのでよろしくお願いします。はい、そしたらですね、今から守備から攻撃っていうところで練習をしていきたいと思うんですけど、このね守備っていうのもくせ者でいろいろあるんですよ。なので、今回これも2つに分けていきます。まず1個多くあるパターン、ガレさんにドライブを打ってもらって守ってから攻撃をします。そこからバック対オールでいいかな。はい、これっていろいろ練習の仕方があって、もそこからオール対オールするのもあれば、決まったフットワーク2本2本とかやっても1回守ってから2本2本とかやってもいいし、もうやりようありすぎるので、今回はね、もう1回僕が守ったらもう全部攻めるよっていう気持ちでバック対オールでやっていくっていう形にしたいと思います。じゃあどうしよう、ミドルぐらいにレシーブするんで、ランダムに3球目打ってください。僕頑張って守ってそこから攻撃します。はい、うわーナイスボール。はい、というわけで、今長いボールを打ってもらってから守って攻撃に転換する練習っていうことでやりました。はい、実際の試合ではね、守備攻撃みたいになるときあるんでね、ここは相手が攻め続けてる限り頑張って耐え忍んでください。はい、で次、台の中から打たれたボールを取る練習。はい、ちょっとチキータとかでガンガン攻めれるわけじゃないので、
ちょっと払いやすいサーブ出すんで、はい、全面にもう好き放題払ってもらっていいですか。はい、でそれを僕1回守ってから攻撃に転換します、はい、今だとみんなチキータだったりね、結構イカチフリックをする人と結構いるんで、それしっかり抑えてからそれをしっかり守ってから攻撃に転換するというところですね。あ、ごめんなさい。よっしゃよっしゃー、攻め切ったよっしゃ OK です。じゃあとりあえず今ですね、守備から攻撃の練習ということで、はい、台の外から打たれた球、台の中から打たれた球2種類やらせてもらいました。例えばそれをカウンターする場合とかっていうのは、はい、カウンターって攻撃を攻撃というよりは、守備の延長にカウンターがある、ブロックがあってそれに余裕があるからカウンターできますよみたいな感じなので、それも含めてこう守備をしてから自分の攻撃に転換していくっていうところなのかなと思います。これ必ずやってください。みんなね、自分から攻める練習はものすごく多いんですけど、攻められる練習っていうのを好んでやる方ってあんまりいないんですよね。なので必ずやっていただきたいなと思います。じゃあ今度はガネさんにやってもらうんですけど、ガネさんが攻撃してから守備をする練習、はい、あるあるですよね、これも。あるある。ガネさん的に言えば3球目ドライブ仕掛けたのに、僕にカウンターを押されて守備をしなきゃいけないっていう展開ですね。みんな攻撃から攻撃の練習しまくってるんで、相手にカウンターとかされるとマジで取れなくて、すぐピヨーンって下がって台から離れていっちゃう人がいるんですけど、あなた何マンやねんって言ったら前陣型なので、それは前でしっかり1本守備をして貼り付けるべきだと僕は思います。その方が絶対勝てる。そうですね。はい、なので、じゃあガネさんに3球目ドライブ打ってもらって、僕厳しく返すんでなんとか取ってください。はい、そこからはもうランダムでいい。はい、まず取るところまでやね。そうね。ガネさんもうね、カウンターされると思って下がってるんですよ。それもう前陣の心を捨ててるよ。はい、まず触ろう。触らないと守備できない。実際相手が強かったらよくあるパターンだと思います。そうですね。ナイス。おお、めっちゃ揺れた。惜しい。そっからのラリーは考えずにまず守ろう。頑張れガネ。触ろう。わあ、ナイスボール。はい、というわけでガネさんに長いところでこれやってもらったわけですけれども、ガネさんが外から打って守備をするパターンですね、やってもらいました。全然取れてなかったです。でガネさんも実は攻撃から攻撃の練習めっちゃ多いんですよ。あれをドライブするんでフットワーク何々お願いしますみたいな、そこから3点フットワークお願いしますっていうことは、ドライブ打ってから連続で打つ練習ばっかりしてるんですよ。だから打ったら守れない人なので顕著に出てますよね。そうですね。はい、だからガネさんが打って僕が守るようなキャラだったらいいんですけど、ちょっとレベル高い人とやるとピュンってバックとかで伸ばされたりすると守れないのでやられちゃうから、粒に頼らざるを得なくなる状況なんですよ。だから裏が勝てないみたいなところも絶対あるんで、そこの攻守の切り替えですね、非常に大事だと思うんで、ぜひ意識しておいてください。で次ですね、短いところを攻撃してから守る練習、これ今だと多いのがみんなチキータやりたいので、チキータしてカウンターされて守んなきゃいけないパターンってめっちゃ多いんですよ。で結構ね、前にこうやって出てパッて下がってもうカウンターが一緒になって、体と一緒になってカウンターが飛んでくるってあるあるなので、これは守んなきゃいけないですね。でガネさんは
ペンなのでフリックかからいきましょうか。はい。じゃあバックかミドルぐらいにフリックしてくれた OK らです僕は両ハンドで厳しく攻め立てますんで、はい。結構ね前に突っ込んでから下がってブロックするってすげえ難しいんですよ、うん。そこを意識して必ず皆さんやってください。はい。ナイスボール、ナイスボール。フリックする人とかチキータする人絶対今のパターン多いから、多い。特になんか前陣対前陣がいるとこっちもバック振るじゃないですか。うん。で相手がこう払ってきたボールとかをごめん、相手が払ってきた球をなんだろうな、こうやって伸ばすみたいなうん。プレーめっちゃ多いんで、それを守れるようになっておいてください。はい、今ガネさんに攻撃から守備の練習をやってもらいました。でちょっとねやっぱ攻撃から守備ってレベル高い話になっちゃうんですけど、ただ、僕がカウンター気味に言ってたんですけど、ぶっちゃけ僕がブロックだったとしても、いいコースにブロック入ればその時点でガネさんは連続攻撃できなくなるわけです。うん。そしたらどうするかって入れに行く、要は守備的な返球になるっていうことですね。そこは念頭に置いといてもらえばどんなレベルでもやんなきゃいけない練習っていうことがお分かりいただけるのかなと思います。はい、ガネさんやってみてどうでした？いやー、やっぱ攻撃から守備はむずいなっていう。練習してないですよね、攻撃から攻撃は練習してますよね。し、守備から攻撃はまだ自分が守備的に普段卓球やってるからできるかなと思うんですけど、なかなか難しいなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。でも実際ガネさん結構打たされるじゃないですか、打たされる。だからぶっちゃけ逆に言えばプッシュ、粒だったとしてもプッシュって攻撃的じゃないですか、プッシュカウンターされたら守備しなきゃいけないんですよね。そうでそれ反応できなかったら返せないっていうことですよね、なので結局粒であろうと左ペンであろうと、僕みたいにバック表であろうと両ハンドであろうと、前にいたらこの攻守っていうのが結構目まぐるしく変わるんですよ、で今はもう守備から攻撃だけやりましょう、攻撃から守備だけやりましょうなんですけど、実際オール対オールやると1回のラリーでこう2回ぐらい切り替わったりする場合だってある、レベルが高いと。それがやっぱ後ろに下がる人ってずっと攻撃対攻撃とか、守備対攻撃っていう展開になりやすいんですけれども、こう前にいるとそれがもう目まぐるしく変わってしまうので、そこに対してきちんと練習しておいて、そこから展開できるようにやっておきましょうということでした。レベル高い話のように見えるんですが、もはやこれはもう必須スキルというか、基礎スキルの一つなんじゃないかなと思うので、ある程度基本ができてきた方は必ずシステム練習にこういうのを取り入れるようにしてみてください。今回これで終わりたいと思います。ありがとうございました。